こんにちは、斉藤直樹です。皆さん、大事件です。じゃじゃん。これ見てください。これ、日本ではおなじみ、誰もが知っているカップ麺、日清のどん兵衛ですが、ここ見て、ここ、ドンギツネちゃんですね。このドンギツネちゃん、なんと、僕がデザインさせていただきました。はい、2023年の11月から始まっていますので、もうご存知の方いらっしゃると思うんですが、ただいまテレビなどで放送中の日清どん兵衛の CM、それとどん兵衛のパッケージイラストのドンギツネちゃんのイラストを、僕、斉藤直樹がデザインさせていただいております。いやー、子供の頃からね、食べ慣れているどん兵衛のパッケージのイラストにね、自分のイラストとね、自分の名前が書かれているのを見ると、なんかこう不思議な感じがしますね。でね、今回はどん兵衛など対象商品を3色買って、そのレシートを一口として応募できるキャンペーンで当たるドンギツネトレーディングカードがあるんですが、そのカードイラストをね、動画で描いていっちゃおうと思います。トレーディングカード風っていうことなので、トレカ風のデザイン枠もいただいておりますので、最後はその枠に当てはめるところまでしっかり見せていっちゃおうと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。ラフを描く。まずはラフを描いていきます。今回はトレカ風のイラストを描いていくんですが、パッケージに書かれているドンギツネちゃんは、ちょっとおしとやかというか、おとなしめで可愛らしいポーズをしていたので、それとは打って変わって元気ではつらつとしたようなドンギツネちゃんをお願いしますということだったので、弾けるような笑顔のドンギツネちゃんを描いていこうと思いますよ。元気なポーズを描く時のコツはですね、やっぱり前後感をつけて手前と奥とで距離感を出しながら画面に向かって迫ってくるようなポーズ。もっと言うと画面外にまで飛び出していっちゃいそうなポージングにすることだと思います。外側に見えているグレーの枠がね、最終的にカード枠になる予定なんですが、ここからはみ出しちゃっている部分を作ることで、キャラクターが枠を越えて、外側にピョーンってね、飛び出してくるような勢いを表現できると思います。あとね、トレカのイラストでちょっと難しいのは、なんといってもレイアウトだと思います。というのは、トレーディングカードって絵以外にも文字とか数字とかが絵の上に載ってくる場合が多いんですよね。なので、その文字と被ってしまう可能性がある部分には、あんまり見せ場を作れないっていう制約があります。なので、主に画面の下半分にはそこまで情報を入れないで、画面の上半分に手とかね、顔とか情報を詰め込んで見せ場を演出する必要があるんですよね。イラストレーターってですね、意外とそういう制約に縛られながら絵を描くことが多いんです。趣味で絵を描いていた時からプロになって初めてぶち当たった壁がそれだったと思います。なんだろう。例えるなら、格ゲーで、しゃがみ中キックから攻めるのが得意だったのに、いざ試合してみたら、しゃがみ中キック今回は使わないでくださいね。って、攻め手の一つを封じられるような感覚です。これね、意外ときついんですよ。さあ、全体の大まかな当たりが取れたら、グレーで仮塗りしていきますね。最初にかなり大雑把にラフに描いていくのは、結局グレーで塗ってから形を整えていった方が、より理想の完成イメージに近づけるからですね。なので、ここからが本番、みたいなところがあります。特に髪の毛のボリュームや、ふわっと風にたなびくような感じは、ちょっと色を乗せてみないと、完全には予想できない部分があるので、こんな風にグレーとはいえ、少し濃淡をつけてラフを描いてあげることで、より可愛く、より見栄えのするバランスで描くことができると思います。細かい線の太さについても、線を整えていく過程で強弱をつけていきます。手前に来ている左手の線は、ちょっと太めに、奥に引っ込んでいる右手の線は、それに比べて少し細めにっていう風にね、手前と奥とで線の太さも書き分けてあげると、より躍動感のあるイラストに仕上がる感じがしますね。はい、こんな感じでラフが完成しました。日清公式の食べ方、電子レンジどん兵衛を試してみた。はい。というところで、ラフが終わったところで、ちょうどね、お昼の時間なので、ちょっとお腹が空いてきちゃいました。というかね、目の前にずっとどん兵衛置いて帰ってたので、そのせいでね、お腹が減っちゃったっていうのもありますね、正直。ということで、ここでちょっとお昼の休憩タイム。せっかくなので、どん兵衛を食べちゃいます。でですね、ちょっと僕、前々から気になっているどん兵衛の食べ方あるんですよ。それがですね、電子レンジどん兵衛。皆さん知ってます？普通はそのままカップにお湯を注いで5分待つじゃないですか。そうじゃなくて、麺を丼に
移して、お湯をかけて3分チンして食べると、めっちゃうまくなるっていう食べ方があるらしくて、それをね、ちょっと試してみたいんですよね。はい。やってみたいと思います。はい。まずはですね、どん兵衛を開けて、中身を丼に移します。そしたら、お湯をちょっと多めに入れるのがコツみたいですね。お湯が少ないと、レンチンしている時にお湯が蒸発しちゃったり、麺に多く吸い込まれちゃったりするので、お湯が少なくなっちゃうみたいですね。はい。そして、忘れずにお揚げも上に乗せて、で、せっかくならもう一アレンジしたいので、生卵1個割り入れてみましょう。月見うどんっぽくしちゃおうかと思います。あ、真ん中に置きたかったのにちょっとずれちゃいました。はい。レンチンで爆発しないように、箸でぐさっと刺して穴を開けておきます。で、レンジに入れて、500ワットで3分と。はい、スタート。はい、完成。おー、熱っ。できてる。うまそう。はい。ということでね、お昼ご飯も兼ねているので、早速食べてみたいと思います。いただきます。うおー、熱々。レンチンしただけあってすごい熱々です。あと、これすごっ。麺がね、何これ生麺じゃん。いや、なんかね、食感がすっごいもちもちになってて、生麺みたいな歯ごたえになってます。うわ、うんま。いやー、これね、まあ、確かにカップから丼に移す手間があるので、ちょっと気になってたけど、でも面倒でやらなかったんですよ。でもね、いや、これみんなやるべき。やばいよ、これ。丼っていうかもう、これ、スーパー丼じゃん。これだけでめちゃくちゃパワーアップしてますね。ちょっとね、家で丼食べるときは、これやるわ。やば。食べました。ごちそうさまでした。美味しかったです。さあ、お腹も満たされたので、次の作業に移っていきましょうか。頑張るぞ。いや、めっちゃ美味しかった。線画プラス色塗り。さて、線画描いていきますか。お腹が膨れると眠たくなっちゃうのが人間っていうものなんですが、線画はそこまで考えることが少ないので、スムーズに描き進めていけると思います。いやー、思い返すとね、会社で働いていた時には、お昼休みが終わってからの20分ぐらい、めちゃくちゃ眠くて、眠気が我慢できなかった時には、こんなポーズでね、何かを考えるふりしてこっそりお昼寝していたのを思い出します。まあね、今はフリーランスとしてずっと家で作業しているので、眠くなったら堂々と寝ます。それがフリーのいいところですね。さあ、サクサク線が進めていきますよ。トレカのイラストって、だいたい縦 8.5 センチ、横 6.5 センチぐらいの枠内に描くので、そう考えると手のひらサイズ、めっちゃちっちゃいです。ですが、そうは言っても、近くでよく見るものですし、最近は印刷技術も上がって、すごく細かい部分、細部まで表現できちゃうので、線のちょっとした乱れや凹凸も気になってしまいます。手に取った時にそういうのが気にならないよう、しっかりと細かい部分まで丁寧に書き込んでいくようにしています。さあ、線画ができたので色を塗っていきましょう。色はね、もう実は決まっています。っていうのも CM がね、アニメーションの CM なので、キャラクターを動かすにあたって、ちゃんと設定画を描いているんですね。これが、ドンギツネちゃんの設定イラスト。大きめのモフモフの耳が印象的に見えるようにデザインしました。あと服がね、白基調でちょっと大人な清楚な感じがする文様なので、少しインパクトを持たせたくて、髪の毛に入るハイライトにカラフルなグラデーションを入れて、印象を強めてみました。CM 内でも表情豊かに動いてくれるように、こんな感じで表情集も書いてみましたよ。かわいいでしょ？はい。ちなみに、こっちは CM に登場する男性の設定画です。男性の方はね、ちょっと物静かな男性をイメージしているので、前髪とメガネで目を少し隠すような、ちょっと内気っぽい印象にしているんですが、一方ではね、手が筋張ってゴツゴツしている感じで、いざとなったら頼りにもなりそうな感じ。というかそういう願いを含めてみました。表情もね、ちょっとそっけないんだけど、本心が透けて可愛げがあるような、そんなイメージで描いております。さあ、陰影をつけていきましょうか。こ
ここまではベタ塗りで設定色を塗っただけなので、ちょっと平面的な感じがすると思いますが、ここに影とか光を追加していくと、キャラクターに厚みが出てきて、生きているような感じがアップしていく工程です。色塗りについてもね、他の動画でコツや注意すべき点、いろいろと語っているので、ここであまり詳しくは語りませんが、一個だけこだわりポイントを話すとすると、そうですね、特に白い服に落とす影色には結構こだわりを持っていますね。特にこのイラストのドンギツネちゃんは白基調の和服を着ているので、白の面積がね、とっても多いです。なのでイラスト全体の印象を決めるのが、この白い着物に落ちる影と言っても過言ではないんですね。で、どうするのかっていうと、僕は今回着物に落ちる影色を緑寄りの黄色っぽいグレーにしました。これはね、僕が前々から言っていることなので知っている人は知ってると思うんですが、白色に落とす影が赤などの暖色によればよるほど、ちょっとね、お日様の匂いを感じるというか、これちょっとやりすぎると臭そうになってしまいます。界隈によってはね、臭そうって褒め言葉みたいなんですが、今回のドンギツネちゃんにはお日様の匂いは含めつつも、やっぱりね、清潔感も大事にしたいなと思ったので、ギリギリ寒色にならないぐらいの暖色、つまり緑寄りの黄色の影を選択したってわけです。どうでしょう？意外とね、考えて色って塗ってるんですよ。面白いでしょ？背景を描く。キャラクターが大体塗り終わりましたので、仕上げです。背景を塗っていきましょうか。背景はね、やっぱりどん兵衛といえば緑がイメージカラーですよね。なので、緑色を基調としつつも、元気が出るような黄色や、ちょっとだけ赤色も差し色にしつつ、インパクトがあって元気が出るどん兵衛グリーンの背景を目指していこうと思います。ドンギツネちゃんがね、ちょっと上から見下げる俯瞰構図で描かれていますから、背景もちょっとパースをかけて、足元から手の指先にかけてぐわーっと大きくなっていくようなシルエットを意識してですね、ドンギツネちゃんがまとっている明るくキラキラした溢れるうどんパワーをね、8切れんばかりに書き入れていこうと思います。いい感じ、いい感じ。さあ、カードにした時に、ちょっとドンギツネちゃんがカードから浮き出てくるような効果を狙って、うっすらとドンギツネちゃんと背景との間に淡いぼかし効果を少し紛れ込ませております。これがあるのとないのとではね、結構キャラクターの飛び出し加減が違ってくるんですよね。めっちゃいい感じじゃないでしょうか。カード枠に当てはめる。さて、最後の仕上げです。今描いたドンギツネちゃんをカード枠に当てはめてみましょうか。普通はね、この工程はイラストレーターがやることは少ないんですが、今回はカード枠のデザインをいただいておりますので、僕自身でカードに当てはめてみちゃいますね。まず、いただいたカードデザインをイラストにコピペしてと。はい。そして、レイヤーの順番を入れ替えて、まずはドンギツネちゃんをカード枠に当てはめました。そして、さらに背景をカード枠に当てはめてと。めっちゃ良くない？いい感じですよね。はい。ただね、これで完成って思った途端、これ何でもそうだと思うんですが、そうなった瞬間に細かいけど気になる部分っていうのが結構ね、出てきちゃうんですよね。なので最後の最後まで手を抜かずに、ちょっとここ気になるなっていう部分を妥協せずに最終調整していきます。よしよし。もっとこう、もっとこう、もっと可愛くなれはい。ってな感じで書き込んでいったら、プロ絵師が日清どん兵衛のイメージキャラクター、ドンギツネのカードを描いてみた結果、ドンギツネのトレーディングカード風イラスト完成です。いかがでしょうか？緑色ってね、結構元気なニュアンスを出すのって難しいので、どうなるかなって少し不安ではあったんですが、最終的には清楚な感じと元気な感じ、いい感じにミックスされた可愛いドンギツネちゃんが描けたのではないかと思います。ということでいかがだったでしょうか？今日描いたイラストも含め、オリジナルカードが当たるキャンペーンは、2024年の3月31日まで応募期間があります。詳しくは概要欄に URL を載せておきましたので、そこからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それと、魅力的なキャラクターイラストを描くためのコツや、上達法、描く時の考え方などを紹介した書籍も発売中です。イラスト最速上達法回がブースで発売中。イラスト仕上げプロ技辞典も角川さんより2月より出版予定。現在 Amazon にて予約受付中です。こちらもぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。